日本語ポッドキャストジャパ耳。うまく訳せない動詞。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のポッドキャストは中級から上級へステップアップしたいという方におすすめの練習となっています。N1 や N2 レベルの言葉や文法も使って話すので、繰り返し聞いて日本語の音に慣れてほしいと思います。今日はうまく訳せない日本語の動詞についてお話ししていきたいと思います。外国語を学んでいると、言葉そのもの以上に、その背後にある文化や価値観にぶつかることがありますよね。日本語にはまさにそうした外国語に直訳しにくい表現が少なくありません。よく言うのは、食事の時のいただきますやごちそうさまなどの挨拶でしょうか。これは日本ならではの表現で、外国語でその意味や使い方を説明することはできても、一言で表現できるような翻訳は難しいと思います。他にも、もったいないとか、おもてなしという言葉も日本ならではかなと思います。今日は特に日本語の動詞に注目して気を使う、甘える、察するという日本語の奥深さや人間関係の複雑さを象徴する3つの動詞を取り上げて考えてみたいと思います。1つ目は気を使うという表現です。気を使うとは、周りの状況や誰かの気持ちをよく考えて行動することです。状況や相手の気持ちを先回りして配慮する。不快にさせないように行動する。そうした空気を読む力も含まれています。英語に訳す場合は、be considerate やbe attentive などが近いと言われますが、どれも気を使うという表現が持つ繊細な心理的ニュアンスを十分に表しているとは言い難いでしょう。例えば、周りに気が使える人というのは魅力的に映ることが多いです。自分勝手ではなく、周りの人のことをよく考えて行動できる人ということから、大人っぽい人とか社会的な人といった印象になるんだと思います。一方、気を使いすぎて疲れたというのは、相手を思いやるあまり自分の感情を抑え込んでしまった状態を指します。自分らしさが出せなくて窮屈になってしまうこともあれば、相手のための行動を取りすぎて自分を犠牲にすることもあるでしょう。また、自分らしさが出せない相手との関係はうまくいかないんじゃないかと不安になることもあると思います。よく恋愛ドラマや映画などでも、気が使えるところが魅力的で好感を持ったという理由で恋愛感情が生まれたり、自分に気を使って接してくれるところが好きという理由で付き合い始めたりすることもあれば、気を使いすぎて疲れてしまったことがカップルや夫婦の別れる原因になってしまうこともあります。気を使うというのはポジティブにもネガティブにもなり得るという点で、なかなか複雑な感覚かなと思います。
このあたりの感覚は人間関係を円滑に保つことに重きを置く日本社会ならではとも言えるかもしれません。私も程よく気が使えて、程よいタイミングで自分らしさも出せるような人になりたいなと思っているんですが、なかなか感情のコントロールが効かないこともあって、まだまだ修行が足りないなと思っています。次は、甘えるという動詞です。甘えるという言葉ほど文化によって受け止め方が異なる動詞も珍しいと思います。もともとは子供が親に対してする行動、例えば抱っこしてと言ったり、安心を求めたりする様子を表す言葉です。しかし、子供だけでなく大人同士でも甘えるという行為をするんです。例えば、友達に相談に乗ってもらうとか、恋人に優しくしてもらいたいというとき。つまり、甘えるとは相手との信頼関係を前提に心を預ける行為なんです。ビジネスシーンでも使われると思います。例えば、一人で仕事を抱え込んでパンクしそうな社員がいたら、もっと周りに甘えたらいいんだよと言ってくれる同僚や上司がいるかもしれません。つまり、もっと周りの人に頼っていいんだよという意味合いですね。でも、甘えるのは子供っぽい、みっともないという考えから甘えられないという人も多いようです。もっとしっかりしなきゃというプレッシャーがあるのかもしれないし、周りに依存するのはかっこ悪いことという意識もあるかもしれません。内心はすごく甘えたいけど、素直に頼ることができないという場合もあるでしょう。まとめると、日本語の甘えるは、信頼と依存の間の繊細な感情なんだと思います。この動詞を英語に直訳すれば、depend on や cling to が候補に上がりますが、心の距離の近さや頼りたい気持ちといったニュアンスまでは完璧に伝えられないかもしれません。最後は、察するという動詞です。これほど日本文化を象徴する言葉もないかもしれません。察するとは、言葉にされなくても相手の心情や状況を推し量ること。誰かが黙っていても表情や雰囲気から何かあったんだなと感じ取る。それが察するという行為です。この察する文化は素晴らしいものだ、美徳だとも言われますが、一方で言わなくてもわかるはずという前提が誤解や摩擦を生む要因にもなりかねません。日本ではこの察するという感覚を使いすぎて、言葉で思いを伝えることが苦手な人や、思ったことを口にすること自体を避ける人もいるようです。また、自分の気持ちを正直に伝えるのが怖くて、相手に察してほしいと思うばかりに、人とコミュニケーションを取るのがますます苦手になっていく人もいると思います。そういった時、察してくれる人がいればいいんですけど、察してくれる人がいなかった時が悲惨ですよね。とはいえ、察する力がある人は、相手を思いやる想像力に長けているとも言えます。先ほどの気を使うという感覚とも似ていますが、
察する力を持っている人なら、相手の感情や要望などを感じ取って思いやりのある行動をとることも可能でしょう。英語に訳す場合は guess や read between the lines などが候補に上がると思います。ですが、ただ想像するだけでなく、相手の言動をよく観察して、そこに隠れている意図に気づけるのが察するということです。こちらもポジティブにもネガティブにも働く感覚と言えますが、何事もバランスよくできるといいなというのが理想で、実際には難しかったり、時と場合によって変わったりするというのが生の人間って感じもしますよね。理想と現実はなかなか相入れないですが、自分なりの理想を掲げて、自分なりの現実を愛してあげられるようになりたいなと私個人は思っています。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日はうまく訳せない日本語の動詞というテーマでお話ししてきましたが、思っていたより感情について考えるポッドキャストになりましたね。外国語に直訳しにくいからこそ、その背景にある文化や心理に目を向けることで、言葉を訳す以上に理解することができるのではないかなと思っています。日本語を学ぶとき、辞書や翻訳機能で意味を知り、それを覚えようとすることはもちろん超重要なんですが、日本語ならではの表現をそのまま受け入れようとする姿勢も時には重要かもしれません。新しい日本語に出会って、どんな感覚で使ったらいいかわからないということがあれば、ぜひコメントでご相談ください。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。